ダニ対策における加湿器と除湿器の適切な使用方法。イントロダクション。ダニ対策において、加湿器と除湿器の使用は非常に重要です。しかし、これらの機器を正しく使用しないと、逆効果になってしまう可能性があります。この動画では、ダニ対策における加湿器と、除湿器の適切な使用方法について、詳しく解説していきます。ダニと湿度の関係性。なんでダニ対策に加湿器と除湿器が関係あるのだ？ダニは湿度60、80% の環境で最も活発に繁殖するの。だから、適切な湿度管理がダニ対策の大切なポイントになるの。へえ。じゃあ、湿度を下げればダニは減るってことなのだな。そうね。ただ、極端な乾燥も人体に悪影響を及ぼすから、バランスが大切なのよ。季節別の適切な湿度管理。季節によって湿度管理の方法を変えなきゃいけないのだ。梅雨や夏場は除湿を心がけて、冬場は適度な加湿が必要なの。理想的な室内湿度は45、55%程度なのよ。でも、どうやって湿度を測ればいいのだ？湿度計を設置するといいわよ。最近は豊か湿度計が安くで買えるわよ。加湿器の効果的な使用方法。加湿器ってつければいいだけじゃないのだ。加湿のしすぎはダニの繁殖を促進させてしまうの。冬場は暖房で乾燥するから、45、55% を目安に加湿するといいわね。加湿器の置き場所とかも関係あるのだ。空気の循環を考えて、部屋の中央よりやや高い位置に置くのがベストよ。それから、定期的な清掃も大切なのよ。除湿器の効果的な使用方法。除湿器は強めに設定した方がいいのだ。急激な湿度変化は避けるべきね。自動モードがある場合はそれを活用して、なければ 50% 前後を目標に設定するといいわよ。除湿器の水タンクが結構すぐ溜まるのだ。タンクの水は放置せずに、こまめに捨てることが大切なの。カビの発生防止にもなるのよ。換気との組み合わせ方。加湿器や除湿器を使うなら、窓は閉めっぱなしの方がいいのだ。1日に2、3回、数分程度の換気は必要よ。ただ、雨の日や湿度の高い時間帯は避けた方がいいわね。換気扇は使った方がいいのだ。特に調理や入浴後は換気扇を使用して、室内の余分な湿気を排出することが大切なのよ。まとめ。加湿器と除湿器を適切に使用することで、効果的なダニ対策が可能になります。季節や天候に応じて柔軟に対応し、快適な室内環境を維持しましょう。特に湿度管理は、ダニ対策の基本となる重要な要素です。定期的な確認と調整を心がけることで、より良い生活環境を作ることができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。